平安時代、千年の都に渦巻く怨霊と陰謀。その闇の中に一人の男が立っていた。彼の名は安倍晴明。陰陽師の頂点にして後の世に語り継がれる伝説の存在。今回は実在した陰陽師安倍晴明の真実に迫ります。歴史の旅へようこそ、がっちゃんです。ご視聴ありがとうございます。それでは早速本編に入りましょう。921年、安倍晴明は現在の大阪府阿倍野区に生まれたとされる説が有名ですが、他にも茨城県猫島や滋賀県坂本などの説もあります。父の名は安倍正樹、母は葛の葉。彼女は人ならざる存在だったという説も残ります。晴明は幼い頃から霊的な力を持ち、人には見えないものと話す姿が目撃されていたとも伝わっております。彼が学んだのは陰陽道。陰陽道とは中国の陰陽五行説に基づいて平安時代の日本で成立したもの。自然と宇宙の法則を読み解き、吉凶を占い、時には呪術も用いる日本古来の知の体系でした。晴明はやがて朝廷に仕える陰陽師となり、天文博士鴨野忠之の下で学びを深めます。陰陽寮という名の国家機関の一員として、天文学、暦をも扱う専属の占い師、それこそが陰陽師と言われています。彼の名を一躍高めたのは、数々の呪術と予言による活躍でした。ある時は貴族の病の原因を怨霊と見抜き、またある時は都に救う妖怪を払い清めたと言います。特に有名なのが、同じ陰陽師芦屋道満との術比べ。道満が小石を投げるとツバメに変化。晴明が扇を一仰ぎするとまた小石に戻ります。続いて晴明が祈祷をすれば竜が雨を降らせますが、道満は何をしても雨を止ませることができませんでした。次に二人は箱の中に入っているものを当てる勝負をします。朝廷の人間は箱に15個のみかんを入れ、上から重しを乗せ、中身を当てるように命じたのです。道満は占いの結果、箱の中には15個のみかんがあることを的中させました。朝廷の人間は道満の勝利を確信しました。しかし、晴明は箱の位置を直し、箱の中には15匹のネズミがいると言います。朝廷の人間が蓋を開けると、中からはネズミが四方に逃げ出し、みかんの痕跡はどこにもなかったのです。これにより晴明は見事勝利したと伝えられ、道満は晴明の弟子になったとも言われています。安倍晴明の象徴といえば式神。人には見えぬ使い魔を操り、命令に従わせていたとされます。彼は12体の式神を従えていたとも。妻が気味悪がり、あまりに強力なため、一条戻り橋の下に隠したとも伝えられています。通常の人間が扱える式神は一体と言われており、これは式神の原動力は人々の念だからだそう。洞骨式神を扱えば、術者の念を吸い取られ、
最後には命をも奪われるという話もあります。このことからも生命の力は凄まじいことがわかります。そして、五芒星。5つの頂点が描く星の印は、生命の守護の印として今も語り継がれています。この印には、陰と陽、火、水、木、金、土の5行の力が秘められているとされ、魔除けや結界の象徴として使用されてきました。呼び方は様々あり、安倍の生命版、生命くじ、生命気境などとも言われ、現在でも魔除けの印として様々なところで使われております。五芒星は太極図とは切っても切れない関係にあります。むしろ太極図がなければ五芒星は生まれなかったのかもしれません。陰と陽、あらゆるものが入り混じる混沌の中に対極がある。陰と陽は対極から離れ、森羅万象を表す火、水、木、金、土の5行が生まれ、やがて結合し対極に戻る。最後には太陽から5行が生まれる。つまり五芒星とは対極図の陰と陽の考え、そして5行の考えが混じった陰陽5行説を表した図ということになります。西暦1005年、安倍晴明は85歳でこの世を去ります。しかし、その死後、人々は彼をただの人間とは考えませんでした。京都には彼を祀る晴明神社が建てられ、今も多くの参拝者が訪れます。晴明は神となり、都の守護者として信仰され続けているのです。現代においても安倍晴明の名は生き続けています。映画、アニメ、小説、様々な作品の中に彼の姿が描かれます。しかし、フィクションの中だけに収まらない存在。それが安倍晴明です。論理と神秘を使い分け、呪術と科学の狭間を歩んだ男。晴明は1000年前の日本に実在した希代の天才陰陽師だったのです。あなたの知らない日本の歴史、そこには語られるべき真実がまだ数多く眠っているのかもしれません。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今後も様々な歴史について解説をしていきたいと思っておりますので、少しでも面白いなと思ってくださった方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。がっちゃんでした。